Go! 薪ストーブの季節になりました。薪ストーブは大変暖かくてすごくいいんですが、私の家の古民家はこういう風にですね、吹き抜けになっていますので、温められた空気はほとんどが上の方へ抜けていってしまいます。古民家はこのような構造になっています。改築するときにですね、薪ストーブがある部屋と一番奥の和室の天井を取ってしまったんですね。それでですね、温められた空気が全部上の方に上っていってしまうんですね。そこでですね、薪ストーブから一番遠いところのできるだけ高い位置にシーリングファンを取り付けまして、温まった空気を下に下ろして家全体を温めたいと思います。ここに薪ストーブがありますよね。そして一つ部屋を越えて一番奥の部屋の天井のもっと上、この一番上の位置にシーリングファンをつけたいと思います。以前の動画でご紹介したこの吊り上げられるはしご、これを登ってですね、はい、この一番上のこの胸木ですね、ここに取り付けたいんです。まずは足場を作ります。この胸木にシーリングファンを直接取り付けてしまうと、羽が回った時にこのたるきに確実に当たってしまいますので、どうやって取り付けようか考えながら、寸法を測っています。シーリングファンは結構重たいですしね、配線も必要なので、やっぱり実物を見ながらこうやって考えるのが一番いい方法です。古民家の場合、このように材木を四角く製材されてないんですよね。なので毎回水平垂直を出すのが非常に難しいんですが、今回はこのように作ることにしました。このようなコの字型の部品を作って胸木を加え込むように設置し、下の面が水平になるように調節してからビスで固定します。そしてこの部品にシーリングファンを固定しようと思います。この字型の部品を作っていくんですが、側面の2枚の板は合板を使います。古民家再生ではできるだけ合板類は使わないようにしているんですが、今回の場合はシーリングファンですから重みが結構ありますし、万が一板が割れて落下してきたら怖いですからね、安全を考えて丈夫な合板で作りたいと思います。一旦仮に組み立ててうまく取り付くのか試してみようと思います。ちょうど寸法も合ってましたし、いい感じに取り付きそうです。水平の調節も結構うまくできそうなので、これでいいことにします。で、シーリングファンがこういう風に取り付くと、こんな感じですね。羽もたるきに当たりませんし大丈夫そうです。一旦ばらしてきれいに作り直します。
配線用の穴も開けておきます。穴を開けた先ほどの部材ですが、ちょっと汚いので、カンナ掛けをしておきたいと思います。以前紹介したことがあるんですが、この自作した木工用のバイスですね、ちょっと改造して足のようなものがついてますけども、これをつけたことでかなり、がっちり固定できるようになったので、またこれは紹介する動画を、改めて作りたいと思っています。これで部品ができましたので、実際に胸木に取り付けていきます。シーリングファンを取り付ける際のアダプターを先にビス止めしてあります。これで水平もちゃんと取れましたので、ビスで固定します。はい、これでいよいよシーリングファン本体を取り付けるんですが、これがなかなか手こずってしまいましてですね、この黒くて丸いアダプターのところにフックがついてまして、今はめてますけども、シーリングファンが落下しないようにですね、落下防止のワイヤーがついてるんですよね。でそのワイヤーをこのフックに引っ掛けて、それから電源のコネクターを接続します。そのワイヤーのフックとの引っかかりがちょっと甘くてですね、すぐ外れてしまうんですよね。それでなかなかうまくいかなくてですね、しかもこのシーリングファンが結構重いので、それを支えながらネジを締めるっていう作業も結構難しいですね。ここでなんとかネジを2つ締めることができたので、残りのネジを取りに下に降りて、それでネジを取ってもう一回ちゃんと固定しようと思ってここで締めるんですが、なんとここで事故発生です。はい、ご覧ください。危なかったですね。なんとか受け止めたので良かったんですが、落下した時に配線も切れてしまいました。はい、この配線がこのコネクターから外れてしまったんですが、端子のかしめてあるところが抜けてしまったんですよね。じゃあ落下防止用のワイヤーはどうなっていたかというと、このようにですね、ちょっとこの輪っかがでっかいんですよね。それでフックから外れてしまったということなんですが、その前にですね、ちょっとこれ見ていただけますかね。長さが明らかにワイヤーの方が長いですよね。ということはですね、この落下防止用のワイヤーが効いたとしても、この配線は切れてしまう、もしくは抜けてしまう。これはどういうことなんでしょうかね。
落下した際には電源は抜けた方がいいということなのか、単純にそこまでは考えてなかったってことなんでしょうかね。でしょうがないので、この後この端子を修理して、ちゃんと取り付けられたんですが、さっき落下した時の衝撃で壊れたようです。ファンも回りませんし、ライトもつきません。このぐらいの衝撃で壊れてしまうものかなとも思ったんですが、ワイヤーの長さの件とか、取り付けにくさとかいろいろ考えて、この商品はあまり良いものではなかったのかなと思って諦めることにしました。それでタイミングよくですね、Amazon でブラックフライデーをやってまして、早速新しいものを購入しました。次回ですね、再チャレンジということで、この新しく購入したシーリングファンを取り付けたいと思います。今度こそは落とさないように気をつけます。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。